南米アルゼンチンにあるエルパルマール国立公園。夕暮れ時、一日の仕事を終えた馬たちが木につながれて休んでいます。しかしそのお尻のあたりをよく見てみると、コウモリの姿が。よほどうまくぶら下がっているのか、馬には気づかれていません。コウモリがそこにとどまっていたのはおよそ20分ほど。やがて静かに闇の中へと消えていきましたが、馬のお尻には小さな傷跡が残されていました。血液だけを餌にしている珍しい哺乳動物、治水コウモリ。世界には3種類、多くは中南米に生息しています。治水の名前がついていますが、正確には血を吸っているわけではありません。上顎に鋭い歯を持っていて、この歯で相手に傷をつけ、出てくる血を舐めているんです。狙うのは鳥類、哺乳類、そして牛や豚などの家畜。彼らは一体どうやって獲物に近づき、気づかれないまま血液を口にすることができるのでしょうか。治水コウモリの驚きの生態と巧妙な食事法に迫りました。朝日が昇る頃、夜行性の治水コウモリたちはねぐらに戻ってきます。昼間を過ごすのは洞窟や古井戸など暗がりの中。体長はおよそ10センチ、後ろ足と前足が非常に発達していて、この4本の足を器用に使って天井を這い回ることもできます。一緒にぶら下がっているのは親子でしょうか。舐めているのがお母さんのようです。こちらは向かって右がお母さん、左が赤ちゃん。頭を上にしてお母さんのおっぱいを飲んでいます。赤ちゃんは生後半年から9ヶ月、血液ではなくこうやって母乳で育つんです。ある程度大きくなると、子供は子供だけで集団を作るようになります。いわば保育園のようなもの。親たちはこの保育園に通ってきては授乳を繰り返すようになります。食事が終わって親が飛び立つと、残された子供たちは暗がりの中で遊びたい放題。でもまだちゃんと飛べない彼ら。遊んでいるうちに天井から墜落なんてことも起こります。でも大丈夫、ここには天然のカーペットが。実はこれコウモリたちの糞。血を食べて生きているため、その糞でいっぱいの床はベトベトで柔らかいんです。数十匹から100匹ほどの群れで暮らすという治水コウモリ。集団生活にも特徴があります。これは子供を抱える1匹のお母さんコウモリ。そのすぐ隣に別の大人が近寄ってきました。どうもお母さんコウモリはその近寄ってきた大人へ子供を預けようとしているようです。今子供が無事に預けられました。治水コウモリは優れた社会性を持っていると言われ、満腹の個体がお腹を空かせた仲間に血液を分け与える行動も報告されています。こうして彼らはお互い助け合いながら群れを維持し、生存率を高めていると言われています。さあ、ここで問題だけど。外は再び日が落ち、コウモリたちの食事の時間です。この日の狙いは檻の中のウサギ。ちょっとした隙間を見つけて中へ入ってしまうと、網に張り付いてスタンバイ。
ここからが彼らの腕の見せ所。この後どうやってウサギまで近づいていくのでしょうか。コウモリにしてはとても珍しい動きをします。ウサギを狙う治水コウモリ。するとなんと最後のアプローチは徒歩。コウモリは基本的に歩くのが苦手ですが、治水コウモリは別。確かに空中から直接着地するよりこの方が相手は気づきにくいかもしれません。さて、背後から忍び寄った治水コウモリ。泥棒のようにそーっとよじ登るタイミングを探ります。狙うのは毛が少なく傷をつけやすそうな場所。ところが相手も生き物、突然振り返ることがあります。その時はさっと身を隠します。そうして鼻のあたりにある特殊センサーで血管の場所を探し当てますが、今回は耳の内側。カミソリのような歯で傷をつけ、流れ出る血を舐め取っていきます。さらに舐めているだけではありません。彼らは舐めると同時に唾液を出して流れ出る血が固まらないようにしています。さらに出しているのは唾液だけではありません。舐めながらしばしばおしっこもするんです。1回の食事で自分の体重の半分くらいの血を食べる治水コウモリ。食後逃げるためにはおしっこをしてなるべく体を軽くしておく必要があるんです。食後はまた歩いて逃走。お腹は食べた血で大きく膨れていますが、家畜はこの量で死に至ることはなく心配ありません。食べ物を血液に特化したため独自の食事法を身につけた治水コウモリ。100匹の群れだと牛の血なら年間25頭分も食べる計算になるそうです。